そうですね。八重山諸島は石垣はじめ、竹富島、小浜島、西表島、鳩間島。うん、下は黒島、うん、新城、うん、あと有人山陰南端の波照間島うん、があって、まあ8島。うん、まあ、よく詳しく言えば9島なんですけどね、うん、茅山島っていう無人島があってですね、うん、うん、まあ、そこを、まあ、全域、カバーはしてますね。うん、やっぱり西表島の西側っていうんですかね、うん、の方はやっぱ遠いのうで、なかなん、か行けないですけど。うあと、有ん、人最南端の波照間島も年に数回、うん、うん、程度にはなりますね。ああ、はい、まあでも、波照間まで足を伸ばすことも時々はあるんですね。そうですね、海峡が良くてお客様からリクエストがあればですうね、はい、ーん。行けるときには行くようにはしてます。あ、じゃあ結構船も大きいんですか？そうですね、一応大きさで言うと60フィートうんうんの2階建てうんうんうん。のダイビング専用船うーん。の自社ボートです。はいはいはい。定員は36名、うんうんプラススタッフで、取ってるんですけども、やっぱり実際お客様には、まあ、ゆっくりしていただきたいので、マックスの人数は20名。うん。うん。で、けど、今はまあコロナの影響がありますので、新型コロナの影響がありますので、マックス10名、うん。約10名うん。とさせていただいて、案内させてもらってますね。うん。ななるほど。ので、なんだろう、ぎゅうぎゅうに座っていただくことがないように、うん。ある程度スペースが持てるぐらいの、うん。お客様の人数で案内させてもらってます。うん。このはい、あり船でがとうございます。通常時でも20名だったら、まあまあまあゆったりですよね。そうですね。2階にも日よけのテントつけてうん。ますんうん。で、2階でゆっくりしていただくこともできますんうん。うで、ん。うん。うん。そうですね。はい。まあ、そうすると、まあ、今コロナの影響で10名っていうような話もあったと思うんですけど、はい。じゃあ、まあ、今日現在で言うと、もう、まあ、人数を絞りながら再開をしてるっていうような感じですかね。そうですね。うん。一応、石垣市では6月1日から、うん。うん、石垣市と石垣の八重山ダイビング協会で、ガイドラインを作ってですね、うん。うん。再開はしています。なるほど、なるほど。県外の方もですね、ああ、県外の方の受け入れを。はい。まあ、でもそうすると、あれですかね。まあ、現状のお客さんっていうのは、なんだろう。プライムスクーバさんにとっては多分珍しく日本人の方ばかりみたいな感じですかね。そうなりますね。ああ、けど、まあ、ブログとか見ていただけると、海外の方は今戻ってます。けど、そちらは、日本在住のああ、海外の方が今は遊びに来ていただいてなるほど、なるほど。うえーーん。じゃあまあ、現在もまあ海外の方もまあいらっしゃるというような。まあ、そうですね。うーん。そうですね。はい。うんうん、まあ、外国人の方はいらっしゃいます。なるほど、なるほど。まあ、普段で言うと割はい。合はどんなもんなんでしたっけ？そうですね。7割、うん、が海外の方うーん。にはなりますね。去年の、データで言いますと、ああ。7割、8割かな。はい。う海外のーん。方になります。どのあたりのエリアの方が多いとかっていうのもあったりするんですか？ですね、それ結構世界中なんですよね。ああ、まあ、ヨーロッパの方、はい。とか、香港の方、香港がうん。ダイレクト便が飛んでるので、石垣に。あうん。なので、やっぱり多くなっていますね。あ、なるほど、なるほど。ちょっとえまあ、まあ、中島さんご自身は英語そこまで得意じゃないっていうようなお話もあったんですけども、スタッフはい。の方は、まあもちろん千葉さん含め、なんだろう、皆さん、言語は。そうですね。今、スタッフがですね、はい。現地に8名いて、マリンスタッフが、6名、うんうんダイビングインストラクターが6名でやっうん。てて、そのうちの4名は、もう英語、うん。対応できます。うん。パズさんとディエゴさん。
そうですね。はい。どちらの方なんですか？パズゾ派の方が、イスラエル。うーん。で、ニコラス・ディエゴの方が、インドネシああ、そうなんですね。アには、はい。なるほど、なるほど。あれですか、その海外の方と日本の方だとなんだろう、リクエストも違ってきたりします？いや、基本やっぱり皆さんダイビング好きでうん石焼きに来てダイビングしたいっていう考えですから、うんそんなに、リクエストが大きく違うことはないですね。うん。やっぱり石ああ、焼きといえばやっぱりマンタがうメインになんってきますので、まあ、マンタのリクエストが多いのは正直なところうですけどね。ん。マンタ、どうですか？なんか、僕の印象だとだんだんなんか出ないなという気がしちゃってるんですけど。どうですかね。まあ、毎日潜ってると、まあ、波はありますので、うん。ちょっと、数年前は、あら、全然いないなっていうのもあったんですけども、それからずっといないかというと、そんなことはなく、うん。見れてますああ、し、そうなんですね。はい、そうですおー、ね。なるほど、なるほど。なんかね、ヨナの方に戻っちゃってるみたいな噂もあったり、そんなことは、まあそんなにないですよね。いや、それはないと思いまうす。もう今、ーん。マンタが見れるポイントって言うと大きく3つ、カビラの方と、ヨナラと、あとはアラグスクっていう島うん。があって、はい。そちらの方で見れるようになってます。うんうんうん。改めてで言うと、その、マンタの、まあ、このシーズンはここみたいなのがあるとは思うんですけど、どんなええ、感じでしたかね。そうですね。夏場、やっぱ南風が吹くときには、カビラ、うーん。の方がメインになってきますね。アうんクセスができうん。うます。んで、ヨナラは、ドリフトダイビングになうんりまして、水深も深いので、まあ、皆さんが行けるかって言ったらそうではない。ある程度レベルうんの方が安全に潜れるポイントだと思いますので、でなおかつ、常に潜れる場所ではなく、下げ潮の時間帯に潜るんですよね。うんうんなので、1ヶ月の間に、そうですね、8日、9日間ぐらい うんう ?10 ん日間ぐらいがチャンスですかね。うん。ヨナラを潜るチャンスがですね。うんうはい。んうんうん。で、今度は、アラグスク、黒島の方は、今度冬場のポイントになりますので、冬場に、マンタを狙うならそちらっていうう形ですかね。ん。うん。なるほど、なるほど。うん。なんだろう、まあ、例えばじゃあ仮に一年中を通して考えたときに、なんだろう、一番、じゃあね、どうしてもマンタが見たいってなると、一番こう、確率が高そうなのっていうのはどの辺なんですか難しいですね。ああ、なるほね。ど。よく行くのはやっぱしカビラになってしまいますね。いや、なんかそのイはい。メージとして、そのカビラのマンタはかなり有名なので、はい。はい。まあ、ただちょっと有名になりすぎて、こう、行けば見れるみたいな勘違いもあるかとも思うんですけども、逆にパナリとかの方って、確率的にはどうなんだろうなと思って。もう確率で言わせていただいたら、もうヨナラもカビラもパナリも、もう50-50ですね。あ、そうなんですね。うん。いや、もう見れるか見れないかうーん。が究極で。あはい。ーだまとするだし、なんだろう。9月、10月が、マンタの、シーズンってずっと言われてますので、まあ、確かに、他の月に比べたら、多少確率は上がるのかなと、うん。まあ、思います。じゃあ9月、10月に、だとまあ、カビラみたいな感じですかね。まあそうですね。はうい。ん。なるほど。まだまだ南風吹いてるんで、アクセスができますんでね。うん。普段だと1日3本ぐらいが多いですか？うん、そうですね。船は1日クルージングになってて、うん。朝うん。出港して、午前中2ダイブ。うん。で、ランチ挟んで、午後にワンダイブして帰港する。うん。っていうスケジュールなので、出港時間はだいたい8時半から9時。はいはいはい。うん、で、帰港時間は3時半から4時うん。になってますね。うはい。ん。
その後、まあ、もうここから先もそうなんだろう。海から帰ってきた後の過ごし方って、こう本当にお店によると思うんですけども、例えばログ付けとかっていうのもお店でやったり。希望があればお店でやったりうん。しますが、まあ、今は、こういう状況なので、もう船で全て、うん。生産まで、ログ付けから生産まで終えて、お送りしてっていう形になってまあ、ます。そうですね。今はそうですね。そうなってしまうかもしれないですね。はい。あれですか、日本のダイビングって、なんだろえ、う、ログ付けって結構特徴的かなという気はしているんですけど、はい。これって海外の方も一緒なんですか？ダイバーな、世界共通のものなんですかね、あの文化は。人によりまあ、す。そうなんですか。正直。はい。うん。まあ、けど海外の方で魚の絵を描いてログブックに、うん。あとは見た魚を上からずっと描くっていうのは正直あまりいないですかね。ポイント名と、まあ、潜水時間うん。書いて、あとはインストラクターのサインをもらう、もしくは、ショップのスタンプを押して、うん。おしまいっていう方が多いですね。ああ、じゃあみんなでコメントうん。を回し合うみたいのはそんなにないんですね。海外の方は。それはないですうーね。うん。ん、やっぱり、まあ少しね、違うところもあったりはするわけですよね。そうですね。はい。何か、中島さんの目から見て、こう、日本のダイバーと海外のダイバーで違うところって何かあったりします？何ですかね。まあこれ人にもよるんですけど、本当にこう、水中にはお邪魔してるうん。っていう感覚で潜られてる方がいて、うん。もう何も触らず、うん。着底もしない。もうん。ちろん、サンゴでキックでサンゴを壊すこともなく、うん。中性浮力をピタッと取ってうん。上がってくる方はいますね。ああ、確かにいや、海外、結構日本の方もそうですね。日本の方も、うん。まあ、いたりはしますね。そうやってう考えると。海ん。外と日本の違いではないですあね。あ、なんか都市伝説的によく言われるのが、海外の方はやけにウツボが好きとかって、あれ本当なんですかね？そんなことはない。いや、最初私もそう思ってたんですよ。はいはいはい。ウツボだったり、海蛇だったり、うん。ハナミノカサゴが、うんうんメインだって思ってたんですけど、決してそんなことはなくて、うん。はいはいはちっちゃいウミウシが好きな人、い。なるほど。エビカニが好きな人、はいはいはい。うん、もう、そうですね。もう思いました。もう皆さん、海外、日本人関係ないんだ。うん。みんな水中が大好きなんだ。うん。好きなもの分かれる。うん。まあそうですよ。まあですね。いい意味。やっぱりマンタ好きな人、日本人でもマンタ好きな人はマンタ大好うき。ん。海石ばっかり好きな人は海石ばっかり好きで、一緒ですね。うん。まああれですよね。いい意味で喋る必要がないっていうのもいいですよね。うん、まあそうですね。もうなんか、喋る必要がないと言いますと。その水中に入ってです。水中に入ってしまえば、ああ、国籍関係なくもう、うん、なんだろう、ハンドシグナルだけでことが済んじゃうのうん、で、うん、うん。って思ってたんですけど、それもそうなんですね。最初、はい。そうなんですよ。そう思ってたんですけど、私も。はい。水中は言葉は関係ない。うん。けど、やっぱり、こちらが一生懸命紹介すると、うん。こういう魚、こういうところが特徴あるよってういうのを紹介するん。と、お客さん見に来てくれてて、海外の方、うん。喜んでくれるんですよね。うん。うん。なので、まあ、ジェスチャーだけうん。よりも水中スレッド、あ持ってっあ。て、できるだけのこと、うん。で、まあ、そのスレートを、だから例えばその方の言語で書いてあげるみたいな。そうですね。まあ、私は英語できないので、絵で表現したりしあ、て、なるほど、こういうとなるほど。ころが特徴だよ、みたいな。うん。まあ、そういう意味でもそうですよね。言語を使わないでも、まあ、そうスレートで絵を描いたりとかっていうので、まあ、うん。意外とでもいけそうですね。るんですね。うん。うん。なので、なんか、ジェスチャーだけよりかは、お客さんは喜んでうん。いただいてる感じはありますね。うん。うん。うん。いやなんかそのね、仮に僕がその一般ダイバーだったら、まあ普通のおええ。店っていうとなんかちょっとあれですけど、まあ日本人ばっかり集まってるお店よりもちょっと面白そうだなと思っちゃいますけどね。ぜひ一うん。度来てみはい。てください。海外にいるような感じかもしれません。うん。よく皆さん言われて、日本の方言われてます。ここはうん。海外か。
うん。もうやっぱり、日本語より英語、うん。その他の言葉が結構飛び交ってますんで。ああ。逆にやっぱりそういうのが好きでいらっしゃる日本の方とかもいらっしゃるんですかね。まあそうですようん。ね。海外から帰ってきた方とか、うん。ま英語ができる方とかはですね、うん。コミュニケーションを取ってますもんね。うん。うん。うん。中島さんは石垣島には何年ぐらいいらっしゃるんですか？私は今年で15年目かな。うはい。ん。になりますね。何かその、まあ、ゴミとかっていう側面だけじゃなくてもいいんですけども、15年間で石垣の海、ちょっと変わったかなとかってあったりします？やっぱりサンゴですかね。ああ。私が来た15年前はサンゴはもうどこ潜ってもすごくて、うん。アンカーリング、船のアンカーで、アンカーをかける場所にうん。困るぐらいうん。すごいサンゴだったんですよね。うん。それが、8、9年から8年前うん。には、鬼人でうん。の異常発生で、もう1、2年で、その本当にすごかったサンゴがもう一気にやられてしまったんですようね。ん。で、それから、去年、一昨年ぐらいからかな、ちっちゃいのが、見えてきてですね、うん。もう今年は本当にすごいです。ああ、そう、今いいんですね。もう本当にすごいです。もうおサンゴの楽園って言っても恥ずかしくないぐらい、ー。もうすごいサンゴで、はいはいはい。まあ、場所によってまだちっちゃいサンゴもあるんでうすけどね。ん。もう本当場所によってはもう一面うん。サンゴ、ふわーっとですね、うん。なかなかないと思いますし、うん。潜っててとっても気持ちがいいです。おー。ちなみに、どのあたりがすごい感じですか？今で言えば、先枝はいはいはい。つくじは、先枝っていう地区があるんですけども、そこのサンゴとか、まあ、なんだろう、テーブルサンゴが主体なんですけど、うん。テーブルサンゴは9割、うん。あと1割が、枝サンゴっていううん。感じで、一面テーブルサンゴ畑がバーってある感じなので、うなんかこうん。統一感があって、はい。なお素敵。他のおー。ポイントも素敵なんです。めちゃめちゃ素はいはいはい。敵なんですけど、うーん。なるほど。私個人的には今一番好きですかね。あ、そうなんですね。はい。でもじゃあ、その鬼人での大発生から、まあ、約10年かかったっていうような感じなんですかね。そうですね。はい。うーん。約10年。はい、そうですね。今、そう、2つキーワードがあったので、1つずついくと、アンカーとかっていうのは、はい。結構ね、基本的に石垣ってアンカーで潜るじゃないですか。はい。あれっていうのは、スタッフの方が潜ってかけに行ってますか？そうですね。当店では、スタッフが、うん。潜ってかけに行ってます。ああ、もう上から投げるってことは基本的にはせずに。そうですね。うはい。ん。やっぱりそれも一つ、あれですよね。当然ね、サンゴを折らないとか、そのうん。下にいる生物のためっていう部分はやっぱりあるわけですよね。そうですね。はい。なるほど。二つ目で言うと、鬼人手に関してなんですけど、はい。これはお店でということじゃなくてもあれなんですけど、石垣島として何かこうやったりとかってしてるんですかね。当初鬼人手が出てきた時には、鬼人手退治といって、うん。鬼人手を土の袋に入れて、うん。陸に引き上げたり、うん。で、処分したり、うん。あとは、注射器、はい。巣を入れた注射器をで、鬼人手に注射すると、1週間ぐらいしたら、分解されると。う鬼人手ん。がですそういうことはやってましたけど、ちょっと賛否両論あると思いますんで、これうは。もん。う、やっぱ、相手も生きてますし、うん。どっちが環境保護なのかうん。って言われると、ちょっと答えが見つからないというか、難しいかな。そうですよね。あれ、僕もちょっと鬼人手には詳しくない。まあ、中島さんもあれかわかんないですけど、特別なんだろう、鬼人手って人間が持ち込んだってわけでも多分ないわけですよね。
まあそうですよね。自然のもんですからね。なんか他の、うん。陸上のその外来生物とかよくあるじゃないですか。まあ、ああいうのはね、人間が持ち込んでっていうのは、まあ、わからなくはないんですけど、そう、オニはい。ヒトデって基本的に自然発生な気はしていて、じゃあうんうんそれを駆除するうんのはなんだろう。それが環境保護と言えるのかっていうのは僕も答えはわからないっていうような気はしまうん。す。うんうんうんはい。うん。どうしても、長い、時間で見ると、もう、これは、発生時があって、うそこん。でサンゴがなくなり、うん。そしてまたオニヒトデが落ち着けば、今度はサンゴが復活して、うん。で、繰り返しみたいです。ああ、そうなんうん。ですね。まあ、そうん。れが、まあもしかしたらね、自然のあれなのかもしれないですもんね。そうですね。うん。まあ、そうですね。はい。20年に一度なのか、うん。50年にうん。一度なのかっていう感じで、オニヒトデが来るんじゃないかなと。うん。まあ、オニヒトデだったり、あとは水温の上昇ですね。うん。うん。28度、9度ぐらいが一番サンゴにはいいって言われているのが、やっぱ30度超えてしまうと、うん。それがずっと続くと、うん。まあ、発火現象って、まあ、世界中で今問題になってますけどうね。ん。なんか、何年か、2年か3年ぐらい前に、それこそ、一時期、思いっきり赤星証拠発火しちゃったっていうようなニュースがあったような気がするんええ、ですけど、いや、ありましたうね。ん。あれってえ、いうのは今は、ある程度水温が上がり出す夏場、うん。まあ、台風が来て水かき回してくれて水温を下げてくれると。それの繰り返しだったんですけれどうん。も、ある年、その台風が来なくてうん。水温が上がりすぎた。うん。それで一気に発火したっていうのはありますね。うん。その発火しちゃったサンゴっていうのは今はどうなってるんですかね。今はまだ、再生し始めているところもありますうん。けど、うん、鬼人手でやられた産後、鬼人手でやられた地区の方が、その発火より前だったので、うん。まだまだ、発火でやられたところはこれからかなって感じああ、です。なるほど、なるほど。うん、まあ、台風もああのれですよね、お店という見方で言うとね、来ないに越したことはないんですけど、海のことを考えると、来ないとそういうことがいや、起きちゃうという難しいところですよもうね。必要ですね。うーん。もう自然で遊ばせていただいてるんで、うん、それは逆に来てほしいですね、あるあ程度は。あ、うん。でもね、で、まあ、何年か前。それで、台風が来てくれて、水をかき回すのがうん。自然のサイクルだってなれば、うん。もうそれは来てほしいですね。うん。うん、そうですよね。なるほど。そう、水温って話で言うと、はい。僕が普段、メインで潜るのは伊豆なんですけども、ええ、まあ、伊豆の、西伊豆の大瀬崎に通い始めて、何年？ 12 年とかなんですけど、はい。顕著に冬の水温が上がっている気がしてるんですね。ほうほうそのほう。はい。通い始めの頃って寒い時期で13度下手すると切ってたんですけど、ええ、ええ、今もうええ、16度ぐらいまでしか下がらないっていうのをすなるほど。ごく感じていて、ええ、まあ沖縄とね、もともとそこまで下がりきらないっていうのもあるとは思うんで、あれなんですけど、体感としてそういったこともあったりしますか？そうですね。もう、同感です。私も15年前の冬場は、うんうんやっぱり20度台、すいません、20度を切る時もあったんですよ。うん。ああ、19. 何度とか。うん。あと20度とか21度とかあったんですけども、最近そこまで下がることないですね。ああ、23度とか、うんうんうん24度とか、22っていう数字も、もう本当たまにしか見ないぐらいですね。そうなんでで、すね。まあ、上がってきてるのかなと。夏場に関しては、うん。34度になることはないですまあそうでし、すね。うん。夏場はそこまでうん感じないですうん。ね。まあね、そういったところもね、何か影響があるのかどうなのか。うん。まあ、地球温暖化の影響なのかどうかですよね。そうですね。それもね、正直何が本当なのかまだわからないっていうのがあるのかなっていうふうにはそうです思っちゃうんでね。すけどね。ちなみにさっきのそのオニヒトデの話で言うと、今はオニヒトデはもう全然落ち着いてるっていうような感じなんですかね。
そうですね。オニヒトデに会うことはもうほぼほぼないですうね。ん。けど、そうですね。はい。ほぼほぼなうん。いです。なるほど、なるほど。うん。まあそうするとね、しばらく今のそのね、いい状態が続くといいんですけどね。まあそうですね。もう見てる分にはもう本当に気持うん。ちがいいのうで、色とりどん。りのサンゴ。うん。はい。やっぱ魚たちもやっぱ自然的に増えますので、うん。うん。サンゴがあればですうん。うね。ん。ちなみにその今回、まあ、参加していただくっていうようなまあ流れもあった中で、はい。なんかそのまあ、そういえばこんなこともできそうかなとかっていうのって、なんかあったりしますかね？その、まあ、環境ってキーワードにはなっちゃうんですけど。これをやってるっていうのは正直うん。ないです。うん。うん。うん。けど、まあ、自然にお邪魔してるんで、自然環境にお邪魔してるんで、まあ、なるべく変えない。うん。例えばサンゴを折らないとか、うん。うん、そういうことですかね。ううん。ん、できることうって言えん。ば。うん、まあ、そうですね。まあ、ただ、その、やっぱりこう、でも思うのは、その、じゃあ、環境についてどんなことやりますかって言ったときに、うーんってなるっていうのは多分もうすでにやってるからっていうのは多分あると思うんですよね。うん。うん。だからこそ、まあ、そう、同じように考えてくれるダイバーが増えればいいかなっていうふうには思ったりはしまうん、すかね。したら、まあ、できるだけ早く、一回こう、形にしたいとは思うので、はい。大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。すみません。はい。いえいえいえ。皆さん、お忙しい中、ありがとうございます。追加で、いやいや、ありがとうございます。はい。また追加で喋ることがあれば、はい。全然喋りますんで、あ、ぜ連ひ絡ください。よろしくお願いします。はい。すみません。じゃあ、ありがはい。とうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。はい、失礼します。